皆さん聞こえておりますでしょうか？見えておりますでしょうか？お待たせいたしました。アシスタント背景美塾のライブ配信を始めたいと思います。ね、もうちょっと時間かかりすぎじゃないのっていう感じだと思うんですけども、ちょっとですね、背景美塾のパソコンがですね、なかなかに暑さなんですかね、ちょっと動かなくなってしまいまして、それでもう、ドタバタしておりました。大変申し訳ございません。さあ、これからですね、ライブ配信を始めてみたいと思うんですけども、背景美塾は東京の原宿に塾を構えております。背景が難しいという方に、いろいろとね、背景の、切り口みたいなものをですね、お届けしているのが背景美塾なんですけども、原宿での対面講座と、もう一つですね、皆さんのご自宅で見ていただけるオンデマンドの講座ってものをご用意しております。オンデマンドの講座は、背景美塾今ですね、200以上の講座がオンデマンドの講座で配信されているんですけども、そちらがですね、かなりニッチなものから、めちゃくちゃ王道的なものまで、いろんな講座を僕ら配置しております。様々なクリエイターの方が集まって、本当にね、面白い講座を作ってくれてますので、もしね、気になる方いらっしゃったら、背景美塾のホームページご覧いただければと思います。で、背景美塾のホームページの中でね、オンデマンドの講座下の方にございまして、ね、売れ筋とかもあるんですけども、こういうオンデマンドの講座、新着とかね、見ていただくと、ここに様々な講座がございます。ね、ほら、漫画家の曽山勝義先生とかね、井上純一先生とか、さらには脚本家の高野湊先生とか、もう本当にいろんな作家さんが、イラストレーターの吉田先生とか、いろんな作家さんが、もう本当にその H を持ち寄って、もうここに集ってくださっているんですね。そういう方々の講座、たくさん見れますので、ぜひともね、背景美塾のこのホームページご覧いただければなんですけどもですよ。ただいま、背景美塾ではですね、オンデマンドの講座が実はめちゃくちゃお得になるキャンペーンを開催中です。その名も、ちょうど今出てきましたね。その名もこちら、選べてお得なセレクトパック夏のキャンペーンでございます。で、この夏のキャンペーン、いつもセレクトパックは 20% オフぐらいになるんですね。5つ、もしくは3つの講座をセレクトして、それを講座受講でされると、だいたい 20% オフぐらいなんです。いつもは。ただ、今ですとこれです。最大 50% から 60% オフになるという、めちゃくちゃスペシャルなキャンペーン期間中なんですね。で、本当にその200講座以上ありますから、もう様々な講座を、ね、選ぶとお安くなります。で、通常の価格がこれの時にここまでいっちゃうっていうのが、ものすごいディスカウントになるんですけども、それが実は今日までなんですよ。ね、今日までっていうのが2025年の7月の31日までのキャンペーンとなりますので、それ知らなかったっていう方、今ですよ。明日見ちゃうともうね、遅いかもしれないっていう、今日までなの早く言ってよって感じだと思うんですけども、こちら、キャンペーン中でございますので、ぜひとも皆さん、もうこの機会にご活用、ご視聴、ご受講いただければ幸いでございます。ね、いろんな講座があるよっていうので、ご案内しております。ね、ね、こういうのあるんだったら早く教えてよっていう感じでしょ。いろいろな講師さんたちが集まってくれてますので、ね、気になる方いらっしゃったら、ぜひとも背景美塾のホームページご覧ください。はい。さあ、で、今日のこのスペースっていうか、背景クリップスタジオのお悩み解消スペースはですね、もう今、ダイレクトに皆さんからいただいたご質問、お悩みにお答えしていくというスペースなんですね。さあ、では、僕だけだと背景の話しかできませんので、もう一人ですね、先生をお呼びしましょう。中山先生、お願いします。はい。さあ、中山先生が来たら、もうクリップスタジオの鬼金棒ですから。というわけですみません。大変お待たせいたしました。は
とね、夏ね、怖いね暑さがね、機材がまさかの突然お亡くなりっていうか、機材が突然壊れるというですね、トラブルがありまして、前日まで動いてたのに。そう元気に動いていたのに、うんまさか急にね、もううんともすんとも言わなくなってしまって、まあ、うんともすんとも言うんですけど、映像が出力されないっていうそうですね。まあ、うんとは言うけど、すんとも言わないみたいな。そうまあ一応そんなね、すみません、そんな言い訳ですけども。はい。はい、なのでね、もしよろしければ、クイズとか背景美塾とか、ね背景に関することとか、もしね、なんか気になってるなとか、あそこで分かんないなっていうことがあればね、可能な限りコメントいただければ回答させていただきますので、よろしければご利用ください。はい。で、それがないと、普通の雑談とか、背景美塾の宣伝が始まりますので。そう。ねもうでも今ね、そこそこに背景美塾の宣伝しちゃったけど。じゃあ、他の話をしましょう。はい。はい。サポートクラブとか。そうですね。で、一応これサポートクラブも、これですね。もう8月生ですね。まあ、もう明日からですけども、なんで、今日ですね、2025年の7月の31日、今日までが、8月生の募集締め切りとなっておりますので、明日から、8月から開始したいよっていう方は、今日23時59分が締め切りとなっておりますので、もしよろしければ毎週の個別相談、約200講座のオンデマンド講座すべて見放題がありますので、もしよろしければお早めに、ね、お申し込みいただければと思います。まあ、もちろん今日が過ぎたとしても、次9月生の募集が始まりますので、よろしくお願いいたします。はい、今まで独学で漫画制作を学んできたけども、じっくり相談や添削をしてもらえる機会が欲しいとかね、仕事でも絵を描いているけども、いまいちね、こう自分の中で苦手意識がなくならない、学び直しをしたいという方にも大変おすすめなサポートクラブでございます。ぜひぜひ。はい。まあね、いろんなのがありまして、いろんな講師さんがいますよってご紹介させていただきまして、しかもですね、特典があるんですよね。あ、そうです。ほら、で、受講特典があります。こちら送付させていただくんですけども、まあ、教材ですとか、あとは DVD ボックスですね。そういったものがですね、まあ、結構ね、山のような数ついてきますので、なので、こちらもね、まあ、受講と合わせて、少しね、まあ、ご活用いただければなと思います。すごい大きなボックスが届きますんで。はい。さあ、まあ、そんな、サポートクラブですとか、あとは、そうですね、直近だと、来月の缶詰とかありますか？はい、そうですね。まずはこちらですね、原稿添削会になります。まあ、原稿添削ですとか、まあ、前田さんの方でね、なんか背景のラフを入れますっていうものがありますので、なのでね、ちょっとまあ自分がまあプロでやってて、ちょっとこのコマね、背景どうしようか困ってるなって言った時にですね、前田さんの方でラフを入れてくれますので。まあね、なんか原稿が全く進まないとか、一コマも進まない、1ヶ月何も進んでないよという方には、めちゃくちゃおすすめかなと。強制スクロールで進んでいきますから。で昼の部はもう満席になっておりますので、あと夜の部もね、多分あとお二人ぐらいしかもう空いていないので、で一応もちろん先着順ですので、なので気になるなっていう方がいらっしゃったらばですね、まあ、約2週間後ぐらい、8月の9日夜空いておりますので、もしよろしければこちらもお申し込みください。はい。そんな形です。まあ、そんな背景美塾の告知でございました。で、まあ、今回はこれですよね。背景クリスタお悩み相談スペース。はいです。さあ、待ちましょうか。まあ皆様からね、ご質問、お悩みがありましたら、それにお答えしていきますので、どしどしと送っていただければと思いますよ。はい。コメントいただいてますか？フェイスボックスがね、今こう。ちょっと待ってね。はい、コメントありがとうございます。前田先生、そうか。読み上げる機能が今働いてないんですね。読み上げの機能が働いていない。まさかのそれまで調子が。まあ、いろんなものがね、こうリセットされたりとか壊れたりとか。悲しいぐらいですね。はい。今、ハトさんからいただきましたご質問ありがとうございます。ご質問、前田先生、少しお痩せになりましたか？お体お大事になさってくださいと。そう、病が。まあでも、僕は克服をしました。まあでもね、この後まだまだ入院をしたりしないといけないんですけども、ただ、まあ、皆さんがね、頑張れって言っていただいたおかげで僕はそれで持ちこたえたのかなという気がしますよ。なので背景悩んじゃってるなって方いらっしゃったらもうぜひともですよ。ねえ、いつまでも僕は生きてるとは限らない。
ので、このタイミングかなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ね、初級講座もできませんなんていう風になっちゃう可能性ありますから、ちょっと待ってよ、私のパーソナル悩みとかどうしてくれるのっていう方いらっしゃったら、今のうちにぜひともですよ。はい。頑張りますけどね。はい。さあ、そんな、アフガンスゲタさんありがとうございます。前田先生がシュッとしている。ね。不摂生は良くない。そうですかね。はい。はい、ありがとうございます。脂っこいものとかはね、なんていうか、ちゃんと節度を持ってですよね。わかります。わかります。はい。そんな感じでしょうかね。皆様からのご質問ですとかね、何かいろいろとお悩みとかありましたらお寄せください。特にクリップスタジオで今現在、この瞬間に悩んでいるなという方いらっしゃったら、今、解消できますから、どんなお悩みでも OK でございますのでね。ありがとうございます。はい。さあ、で、ただ、クリップスタジオの悩みって言われても、ね、パッと出てくるかどうかって言われたらね。背景とかね、クリスタルに関する、お悩みがあればなんですけども。さあ、だから僕のお悩みですけど、お悩みっていうか、なんていうか、例えば G ペンツールを使って書くじゃないですか。はい。で、その時シフトを使ってまっすぐの線書きたいじゃないですか。シフト使ってまっすぐ。はいはい。この太くならないようにはできないんですか？無理です。だってあるじゃないですか。こう書いて、この後太みたいな。フリーハンドでいきたい。この後、よし、直線。太みたいな。これは、多分ね、クリスタの公式でも多分こういった要望って多分上がってると思うんですよね。で、これ、現状クリスタって筆圧が反応しないので、強制的に太くなっちゃうんですね。なので、ただ他のソフトはこれ筆圧が反応するので、背景はどんなペンだと描きやすいか気になります。今いろいろ調整してるのか。いずれじゃあ未来はもしかしたらもっと僕らが思う、それこそこういったところに AI をうまく活用してほしい。AI 関係あるかな？関係ないかな？現状難しい。はい。さあ、皆様からご質問いただいておりますか？あと一応ですね、このペンが今日シフトキーを押してるとペンが太くなる、直線に切り替えると線が太くなるっていうのは、一応筆圧のグラフを使うとなんとかなるっていう話もあるんですけども、あれも一長一短があったりしますので、一応でなんか工夫次第ではなんかそれっぽくできなくはないらしいです。筆圧をオフにしちゃえばいいってことなの？単純に言うと。はい。グラフを、これをですね、グラフを、要はシフトキーを押してると筆圧が効かなくなるんですね。そういうことですね。こうなってるときグルンってなるっていうパターンです。なので最初からもう筆圧が効かないペンにするっていうパターンも一つあるんです。なるほど。ただね、でも G ペン使いたいよってなると思うので、G ペンは筆圧があってなんぼですもんな。なのでこのグラフですね、この筆圧設定のグラフ、ブラシサイズの設定の右側のマークのところをクリックして、このグラフのところの形を、要はこれでこのグラフがこうですね、これで、細い太いの切り替えなんで、これをこうするっていうパターンがあるんです。もう二極化しちゃうみたいな。そう。めちゃめちゃ筆圧強くすると細くするっていう設定をすると一応できるんですが、これもあくまでもちょっとグラフの調整が難しかったりするので、なんで一応こういう話もあります。ちょっとやってみていいですか？これはまずはじゃあ書いてみますね。結構なんでしょうね、弱く書くと筆圧が効いてるけども、強くと結構あれ今でもシフト効かなくない？これグラフのですね、右側がちょっと小さすぎるんです。なんでこのグラフをもうちょっと半分ぐらいに上げるんです。これぐらい。ちょっとやってみましょう。こういって、むしろなんかシフトを押すと細くなる系なのね、これね。またそのグラフのところちょっとまた上げるんです。なるほど、ここ調整して自分が一番自分があり得るところを探るわけですね。なんか分かった気がするよ。でも調整かなり難しいんですよ。そうだね。これね、もう自分なりのカスタムをかなり微調整していけばできるのは分かった。
まあ、しかもこのグラフコピペできないので、あ違うペンに適用したいんだったら、同じグラフのあれを形を自分で作るしかない。あれ、同じ値をなんかこう、他のところにコピーするよみたいな、あれは聞かないの？まあ、それを使えばできますね。あ確かに、ね。なるほど。へえ。いいです。はい、一応そんな話です。コメントありがとうございます。はい背景はどんなペンだと書きやすいか気になります。筆圧設定や筆圧設定や筆圧にためが埋まりやすいペンとかトレースを練習しているのですが、線が均一になりすぎてうまくいかないと思っています。じゃあ背景はどんなペンが書きやすいか気になります。さあ、その前に、今、設定いじったじゃないですか。はいこれを簡単にリセットする方法ってあるんですか？ないないの？全設定のリセットはできますけど、おこのお。グラフだけ元に戻すはないですね。あ、そうなの。これって履歴でポンポンポンって戻れたりはしない？履歴履歴、まあ今いじったわけじゃん。ペン設定の履歴はないです。ああ、じゃあ、もうグラフの形を元に戻すしかないです。これはグラフの形を元に戻すっていうのは、覚えてなければ、どっかこの設定の中で全部戻すってこもうそうです。一応設定の初期化っていうボタンはあるので、うんそのボタンを押せば初期化はされます。と？初期化はどこにあるんですか？まずサブツールパレットのはい。サブツールパレット。はいの下の方に、サブツールパレットの下。はい、ここですね。今設定ないのか。じゃあサブツールごめんなさい。ツールプロパティパレット。ツールパラパティパレットの設定ですね。はい。これです。こっちの。そう、時計みたいなマーク。ほう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 。で、これで設定初期化されるんで、なるほど。これを初期化すると、さっきのいじった内容がなくなる。なくなる。てか、全設定が初期化される。なるほど。あ、本当だ。この今45度にピューって対角線っぽく引っ張ってるのが一番最初だったんですね。はい。ありがとうございます。こういうのって、やっぱこう、調べればわかるんだろうけど、ね、聞いたらすごい早いじゃない？聞いちゃえば。はい。さあ、では、お悩みご質問。はい。背景はどんなペンだとですかって。はい。背景はどんなペンだと書きやすい書きやすいんですか？まあ、普通に僕は丸ペンとかいつも使ってますけど、G ペンでもいいと思います。どんなペンがいいの？ですね、やっぱり背景、どんなペンがいい？皆さん何ペン使ってるんですかね？線が均一になりすぎてうまくいかないなと思っていますっていうことなんですけど、はい。背景の線って私そんなに強弱をつけるイメージがないんです。まあ、どっちかっていうと、その綺麗な線になりすぎちゃうのを嫌うのであれば、ちょっとボソボソさせたりみたいなことをやりたいってことかしでも線が均一なんで、要は太さが同じってことだと思うんですら。よ。まあね、でただ、あんましそれは個人的には悪いことではないかなっていう感じはするんですけど、もしそれが気になるのであれば、もうちょっと筆圧が効くような G ペンとかを使ってみるとかですね。まあ、リアル G ペンありますね。そうですね、G ペンか、またリアル G ペンであればもう少しガサガサっとした質感になるので、そういったものを使ってみるっていうのもいいかもしれない。あと、トレスの練習。デジタルでトレスの練習か。まあ、線が均一に、例えば G ペンとか筆圧で若干これはできるわけじゃない。なので、少し食べて、抜くとか、もちろんそれは筆圧でできると思うし、手間をかけるのが嫌じゃなければ、若干飛ばしたいところを飛ばしちゃっても、今、消しゴム適当な今設定になってますが、若干こういうふうに飛ばしてもいいとは思うし、で、これが嫌だっていうのであれば、例えばベクターなり、ラスターでもできるのかしら、線を少し細くする、真ん中をね、細くしますよっていうので、やってみるのがありでしょう。今、ここの中にあるの？細くするやつ。ちょっと今、僕、アイコンを見つけられないで。下から3番目。この中にある。線修正でこれなんだ。僕、いつもこれベクター線幅直しのマークだったんだね。で、その上に線幅修正がある。はい。それでなお。線幅修正。
なるほど。で、この線幅修正であれば、これ太くなったね。ここか、細らせる。ね、これで細く、ちょっと今だとなんか大雑把に細くなっちゃってるけども、1とか2とか3とかな、わかんないけど、これでもちょっと大雑把だな、1ぐらい。これでも雑だけども。なので、ちょっと時間はかかるんですけども、コメントありがとうございます。クリスタを使っているときは普通の G ペンのようなものを使われているんですね。一応前田さんは普通の G ペン、丸ペンを使ってらっしゃる。ということです。はい。特にこだわりはないですね。特にこだわりはないという。丸ペンじゃないというもうそれはアナログ時代からのなんか考え方ですよね。上手な背景は明るいところがすごいかすれて、暗いところは太い線が引かれている気がして質問させてもらいました。ありがとうございます。いい、少しでもね、ご参考になればなと思います。はい。ね、なので、なんでしょうね、デジタルでもちろん細くするとかっていうのは、その線幅修正はできるし、あとは、なんかね、ダサいなって思われちゃうと嫌だけど、僕は普通に消しゴムでこうやって飛ばしたりしますよ。で、ただ、これって後で飛ばすのは、それはそれで、なんか邪道だなと思うのであれば、こうやって飛ばすと思うし、で、それはなんか技術は必要だったり、もしくは自分なりのこだわりは必要だと思うんですけども、そこを何かがやってくれるというふうに思わない方が、絵はなんか先進めると思いますよ。なんかね、綺麗に飛ばすにはどういう機能を使えばいいですかって考えちゃうと、できない可能性はあるし、できたとしても自分のこだわりとは違うところに着地しちゃう可能性はあるから、だから地味なことをずっとやって絵を描く。で、その中でたまにすごくいい機能を教えてもらえたら使うっていうふうに考えた方が、なんか先進めるかなという気はします。ですかね。はい。ありがとうございます。はい、一応こんな感じでした。はい。ではそしたらではまた次のご質問などを待ちながらですけども、何でもいいですよ。ね。で、僕自身が思うものはないかな。そう。僕、いつもこの線幅修正のところを、このベクター線幅のこれに、ベクター線幅のこのアイコンになってるね。ただこれ選んでも今ここって変わんないじゃないですか。これってアイコン変えるっていうのはどうするの？楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、コメントありがとうございます。今度ね、この個人添削の方でお世話になりますということで、コメントありがとう。どうぞよろしくお願いいたします。はい。でね、背景美術個人添削オンラインでね、やっておりますので、もしよろしければ皆さんもね、そういうのあるのっていう方いらっしゃったら、背景美術ホームページご覧いただければと思います。で、何か分かんないところありましたら、お問い合わせでいただければ、それにお答えもしますからね。はい。で、そう、ここにあるアイコンって、なんだろう、一番欲しいのが、なんか僕は選んだら勝手にそのアイコンがこれになってるというふうに思ってたんですが、そういうわけじゃないんですね。僕はここのその線幅修正のアイコンがこのベクター線幅書き直しのマークになってるんですよ。でも今これってなんか違うなんて言うんだろう、その角を指すなんかポインターみたいな感じのマークになってますけど、これって変えられる？これ確か、これ今指どこ指してんだって言ったんですけど、これね、このアイコン、サブツールグループの設定のアイコンだったような気がするので、もしこれが例えば今前田さんがベクター線幅書き直しっていうツールを今ここ選択していて、これでもう消えちゃうかで選択していて、でこのアイコンは今左と右で違うアイコンが出てるんですね。でこれを統一させたいと、ですけども、左上のその線修正って書いてある文字の上を右クリック、文字の上を右クリック、右クリック、はい、じゃあちょっとこっちでこれじゃないか。そしたらペンの方だとサイドスイッチの上です。サイドスイッチの上。
じゃあ、ならない違ったかなっていうことです。うんすごい、まさかの、これが出るのか。あ、ごめん、下でした。失礼いたしました。下でした。うん。で、サブツールグループの設定、うん。ダメか、名前しか変わらん。うまい。そんな、サブツールグループじゃなかったのかな。いや、これですよね。こそうそうのアイコンがこれじゃってことあね。じゃあこれを子供になって子になってるのを親にしちゃえばいいってことあてかこのままそのままなんだろうこっちの方に持ってきちゃえばいい。そうです。サブツールグループのアイコンって、サブツールグループの設定、あ、でも、変えられないのか。そうですよ。だったらもうこれを、ごめんなさいね、もしかなんか方法あるかもしれないですけど、これをこうやってドラッグして、要はサブツールグループっていう、なんかこの、なんかこういうグループがいて、その中に一人メンバーがいるんですね。でこの中にメンバーがいるので、この子を脱退させちゃえばいいんです。まあ独立させちゃえばいい。そうそう、私もう自分で事務所開きますって言って、で、新しいグループ作るんですよ。そうね。この一人のソログループ。いやでもソログループにしてもこっちの方のここのツールには含まれてないよね。あ、そうか。選ばれてで、るさらに独立しましたってうん言って、例えばここに A という事務所があって、専修生っていう事務所があって、うんこの中にサブツールグループの方に、うん3つのグループがあります。あるね。で、この子は一応もう自分でこのグループ脱退しますって言って、うん一人でソロ活動をやっていきますと。ソロになってるね。でも、やっぱ俺色にしたいということで、んもう事務所からもう辞めますと。自分で事務所を立ち上げますと。はい。ああやっぱそこ持ってくればいいのか。そうで、はい自分で事務所を立ち上げますってやると、あなるほど。っていうね。ようやくここにこうキムタクが出てきたわけだね。そうそう。もう俺一人でかつ YouTube をやっていきますと。なるほど。そういうことなのか。じゃあ自分がいつかなんかこいつはなんかもうプロデュースしたいなって自分が思ってそれ移動させてたってことなんだね。なるほど。ここにはいろんな事務所がちょっと意味が分かんなかったかもしれないけど。スマイルアップとかそのホリプロとかいっぱいここに並んでる。そう。ここにねなんかいろいろね事務所が並んでるってこと。そういうことなのね。はい。はい。さあ今ようやくキムタクが独立その YouTube チャンネルがここに生まれた。はい。そうですね。って感じです。了解です。ありがとうございます。こういうのよ聞きたいのって日々のストレス。そうか、それは良かった。いや自分のパソコンではできてるけどここに来たらできないことが結構あったりするから。しかもこれパソコン変わりました。そうしかも今日初めて使うねさっき設定してたからね。そうです。高仕様のパソコンがまさかの壊れるっていうね。はい。さあジュカムさんありがとうございます。こんばんはよろしくお願いいたします。はい。そんなところで。はい。さあ皆様のねもう本当にたまらない質問とかでも答えていきますのでね。今のだってすごいたわいないじゃん。たわいね。もしね、中でね、背景書いてて困ってますとかね、もしそういったことがあればね、コメントいただければと思います。なるほど。これ、一番上に持ってくると、これも変わるのね。ここの、親の、これここ一番上に持ってくると、さっきずっと投げ縄ツールだったから、なんで投げ縄ツールなんだと思ってたんですけども、これを一番上に持ってくるだけでも一応そのメンバーの顔になるということなんですね。今すいません適当にやっちゃったね。いろいろ知れる。なんか面白いクリスタ。いいね。はい。あとじゃあせっかくなったら。何せっかくがある。例の。来た。ムービングパトーン。今日発売。で今日ですね。コメントありがとうございます。いきましょうか。ね、一応で今日ね、2025年7月の31日ライブ配信しておりますけども、線を描きたいときはレジ曲線を使うしかないですか、フリーハンドで綺麗に描く方法はないですかね。はい。というでコメントいただいております。ありがとうございます。はい。じゃあまずはコメントの方からご質問お答えしていきましょうか。はい。さあどうでしょうか。フリーハンドで綺麗に描く方法はないですか？フリーハンドで綺麗に描く方法は、フリーハンドで綺麗に描くしかないと思うけど、ただ補正を加えればってことでしょう。線補正をガンガンきつくしてしまえば、フリーハンドで綺麗っぽくは描ける。フリーハンドで綺麗に描く方法は
手ブレ補正を強く書くか、あとは背景を50枚ほど書いて頑張るっていう2択ぐらいかな。50枚でいいんだね。まあそうですね。もしかしたらね、まあ、うんペイレだけね。ああまあね作画もまた全く別問題ですけど。まあただその手ブレ補正を強くかけると、まあどれぐらい強くかけたら綺麗になるの？僕はそういうのやったことないのでおじちゃんだからわかんないんだけど、まあ好みにもよるかな。今の段階で手ブレ補正は入ってるんですか？今の段階で入ってます。リアル G ペンツールのはい補正項目のところに手ブレ補正って項目があって、はいはい。一応大体初期設定で6っていう数値入ってるんですね。6、最大だとどこまでいくの0から100まで設定できます。そうなんだ。へえ。で、これマックス100にすると、で、これで、綺麗な円だこと、一応これでマックス100なんですね。なので、もし綺麗に書きたいのであれば、手ブレ補正を上げればいいと思います。はい。ただし、補正を上げるとペンが重くなるんですね。こんな形で。遅いですよね。後からくっついてくるみたいな形なので、重さが出るので、それぞれメリット、デメリットがあります。どちらを取るかってところですね。やっぱそれでも軽く、綺麗に書きたいんだったらば、手ブレ補正を上げる。やっぱそれで重く感じるんだったらば、もう数値を下げる。ってなります。あとはもう、本当若干もう根性論になっちゃうんですけども、もう頑張るってですね。まあでも手ブレ補正、まあこれ今、デフォルトが6ですよね。10ぐらいにするだけでも随分変わる感覚的に。6と違うあんま変わんないんじゃないかな。6と20とかだったらちょっと変わってきますけど。結構書き方によってはあんまり気づかないというかね、ゆっくり書くとあんま気づかないんです。早く書くと、要は線がついてこなくなるので。ああ、なるほど。ゆっくり書く方はね、あんまり要は数値を上げてもあんまりなんか気にならないんです。ていうか、ゼロだとどういう？ゼロだとクリスタが補正をかけないので、マックス早いんです。マックス早いというか、要は、まあ、機械として反応が一番早いんです。なるほど。で、まあ、これを。一番遅延がないって言ったらいい。なるほどね。まあ、ある意味では一番ストレスを感じないのであれば、テーブル放送ゼロにすればいいと。まあ、ちょっと、もうここら辺だとあんま分かんない。50ぐらいにしていくと、ついてこないね。こんなストレスしかないけど、まあでも綺麗な線にはなるであろうと。まあ確かにね、まっすぐな線にはなるわな。で、こういった方法を使う。なので、なかなか難しい。あとはね、コメントいただいた通り、ベジ曲線とかね、曲線ツール使うのがいいんじゃないかなと。まあね、こういう曲線を書きたいんだったら、その曲線ツールね。ベジ曲線。ベジ曲線、僕いつも曲線使ってるけど、ベジ曲線とは違うのか。これが曲線。で、ベジ曲線だとそれね、クリックです。で、ちょん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 ってクリックしてくるんです。うわ怖い。何が必要なのこれね。ちょん、クリック、ドラッグ、クリック、ドラッグ、クリック、ドラッグ。ちょっと待って。クリック、ドラッグ。ペンを離さずにドラッグ。今、ドラッグしたね。もっとギュンギュンギュンって動かすみたいな。使い方違った？違ったかな？クリック、ドラッグ、クリック、ドラッグ。クリック、ドラッグ。で、ダブルクリックで確定。ちょっとこれは、もう一回いきますね。で、離して、で、なんか違わない。今、ちょっと多分トラブってるよね、おそらくね。もう一回ちょっと。今、白になってます。そういうことか。慣れが必要ですね。ペンを離さずにドラッグ。ペン、わからんね。ちょっと待って。僕は多分、フォトショップの、いわゆるパスの感覚で考えてるから、だから普通に曲線ツールだったらいけるけど、これだと、この離した状態、
あ、なるほど、分かった、分かった、分かったような気がするよ。で、こう言って、ここで話したところから始まるのか。で、この後は、ずいーっと、あ、はいはいはい。これはむずいけど、まあでも慣れるといいね、ベジ曲線。はあ。まあやっぱりどのツールも慣れっていうねところはあるんですけど、今回先ほどコメントいただいたからこのベジ曲線をベジ曲線のことを言ってるのか、ただ曲線のことを全部総じてベジ曲線とおっしゃってるのかもしれないので、まあそうだよね。なんかベジ曲線っていうのがこういうそのパスを使った曲線みたいなイメージの言葉っぽいもんね、なんかね。クリスタだと曲線とベジ曲線ってなんか明確に使い方が分かれちゃうんですけども、一般的に曲線ツールはベジ曲線という方もいらっしゃいますので、なるほどね。曲線だとちょっとなんだろうって感じになっちゃうね。あ、これが一番安心するよ。なるほど。一応ね、そう思ったりします。はい。で、なので、ベジ曲線、そのいわゆる曲線ツールを使うのが、もしそこになんか違うなと思うのであれば、手ブレ補正の、その度数というのか、あれを通常上げていくと。一般的にはどこら辺にしてるの？みんな大体6ぐらいでやってるのに。手ブレ補正はもう本当好みというか作家さんごとによっても全然違うと思うんですよね。だから手ブレ補正に関してはこの数値がいいというのは相当言いづらいと思います。よほどアンケートでも取らない限りなしです。0から100までありますからね。意外にあれっていうものを手ブレ補正を、知らないというかその発見できてない人たちもいるでしょ。でもどうだろう、でもあんましないような気がする。みんなあそこやっぱ気にして手ブレ補正あるでしょうって調べる感じなの。手ブレ補正はそもそももうツールプロパティパレットにあるんですね。なので一番結構分かりやすい設定なんで。なるほどね。大体皆さんね。あ、そうか。ここにあるのか。これはいじるね。そうで、そこはツールプロパティ出てるんで、このサブツール詳細これ開かなくてもこっちの方に出てるんで、大体触る人結構最初いるんじゃないかなって感じがします。なるほどね。でもその少ない数字の方がより微妙な感じでその大きく選べるから、どっちかっていうと上の方に大きい数字にすればするほど、若干マイノリティなのかなっていう、そういったなんかこうバーのね、なんか感じはあるけどね。ですね。なのでね、やっぱりその作家さんごとにもよるし、作家さんにとってね、やっぱ書いていくうちにね、書き方の癖が変わって、自分の好みの手ブレ補正の設定も変わってくるのでね、なかなか一概にはね、なかなか言い難い、言いづらいところもあるかなって感じです。そうだね。はい、ありがとうございます。はい。中山さんは手ブレ補正いくつぐらいなんですか？ツールによって異なるとしか言いようが。そうなんですね。やっぱね、いろんな道具使ったりすると、このペンはこの数値とか、そういった方もね、多いと思うんですよ。キャラクター用のペン入れのペンツールがあって、キャラクターは手ブレ補正いくつでやってますよ。背景用のペンはなんか手ブレ補正いくつでやってますよとかね、そういった人もいると思うんですよね。はい。コメントありがとうございます。こんばんは。よく背景で天井の影、都会下のあたりに線をシャッシャッと数本引かれている描写をよくお見かけするのですが、これは影が暗くなっている部分を長く引いてから離れたりして少し明るくなっている部分を暗いところよりも短く引くという雰囲気なんでしょうか。綺麗に描く法則はあるんでしょうか。曲線の描き方がありがとうございます。ことが分かり大変参考になりました。いろいろ勉強して頑張って描きます。ありがとうございます。枕さん、ぜひね、頑張ってみてください。後で先修正するとかですかね。はい、じゃあ行きましょうか。こちらまずは先ほどでコメントいただいた KC さんからですね、ありがとうございます。はい。天井の影、床のあたりにシャシャと線を数本引いている描写。あれは影が暗くなってるという部分をあれは影が暗くなっている部分を長く引いて角から離れたりして少し明るくなっているという部分を暗いところよりも短く引くという雰囲気なんでしょうか。
そのいろんな線の描き方はあると思うんですよ。なので、例えば、一番、一般的なのがどれかわかんないけども、例えば、こういう壁の面がありますよってなった時に、なんでしょうね、こういうふうに、シュッシュッシュッと、ちょっと雑ですが、シュッシュッシュッと引っ張っていったとして、これは、なんでしょうね、一応その、濃く見せたいところとか、何かそのアクセントにしたいところはこれでいいとは思うんですけども、その、そのアクセント、画面のアクセントですね。で、画面のアクセントって基本的には奥の方に行けば、その、なんでしょうね、遠近感、空気遠近感、遠近法みたいなもので、やっぱりこれをなくなっていくし、で、手前の方は、どっちかっていうと、隅には影を落としやすいという感じですよね。なので、隅に影っていうのか、こういうディテールを入れてあげると、より締まりやすいという感じですね。で、隅に入れずに、ごめんなさいね。で、これ隅に影を入れずに、真ん中に入れるとやっぱくどいとは思うので、これはもう、これってこうだからこうなってますよではなくて、もう美的センスだと思うんですよね。だからここに入れてるけど、影がその隅っこにないのであれば、若干ちょっとふわっとするかなという気はします。で、一応今こんなことを言ってますけども、例えば今ご質問されてる中で、こういうやつね。よいしょ。で、ここに、こういうのが入ってきてる場合は、またちょっとその、なんていうの、影がどうのとかいうよりは、どちらかというと形の見せ方になるのかなと。いろんな呼ばれ方があるみたいですけど、これパースの示唆線っていう呼ぶ方がいらっしゃって、で、それが一般化してるかどうかわからないですけど、そういうふうな呼ばれ方をしたり、もしくは、パースの中で、分かるように線を引っ張って、パースの集中線とかいう方もいらっしゃったり、いろんな言い方があるかと思います。で、この時っていうのは、どちらかというと、その模様になりすぎないようにはしたい。ただ、模様になりすぎないようにしたいっていうのは、それはもう個性の問題なので、例えば福本信之先生の職場とかだと、結構模様っぽいところまでこれを書いたりはされるんですよ。だから、どれがいい悪いはないので、あとはもう自分が一番いいなと思える作家さんを見つけて、で、それをもう自分のものにしていくしかないから。なので、ガンガン書いていきたいのであれば、福本先生の漫画はすごく参考になるし、あんまり書かずにふんわりと書きたいというのであれば、例えば東京グルーの作家さんすごくうまいですし、もうすんごいセンスで書かれるので、で、あと少年漫画っぽく書きたいというのであれば、結構いろんな先生いらっしゃると思いますけど、僕は田辺イエロー先生のこの線はすごくいいんですよ。もう見事なんですよ。なので、それは僕が今言ってるだけなので、それはご自身でいいなと思う作家さんを見つけてほしいんです。で、やり方を考えるよりも、まずはそこのセンスだとか、で、見せ方を吸収するっていうやり方で、まずは真似をするといいです。で、真似すると良くないんじゃないのっていうふうに言われる方がいらっしゃったりしますけども、ただ、そこにあるディテールの書き方を真似するっていうのは、それはやっぱりもう技術っていうものを継承するってことに近いと思いますので、ただ、今僕はこういうふうにお話をしたみたいに、その先生ごとに変わるんだっていうところにもし気づけていないのであれば、それを見つけるために深掘りしていくしかない。漫画、実はあんまりしっかりと見たことがなかったけど、この漫画のこの線はとても好みだわっていうところを、注目してみるっていうのはありだと思うので、そこのね、フェーズなのかなという気はしますよ。もううざい、マレックスうざい。と思います。で、そのディテールの書き方に関してはですね、ディテールチャレンジっていう講座で僕は90分こんな話をしてますので、もっと知りたいし、もっと技術的なところを教えてよっていうのであれば、背景美塾のオンデマンドの講座、マイダックスのですね、ディテールチャレンジ講座をお勧めでございます。はい。はい、コメントありがとうございます。少しでもご参考になればです。はい。はい。というわけで、じゃあこんなところですかね。大体。じゃあこんな形で。こんな感じで。はい。はい。さあ、で、毎月1回ね、この、お悩み相談見たことやってますので、ね、なので、悩んだな、どうしような、
無料でやってくれるところないかなっていう時には、このね、スペース、ご活用いただければと思います。で、まあ、大体、なるべく週1でね、背景ビッグ動画配信を行っております。ね、僕の配信、中山さんの配信、大体交互に行っておりますので、なので、まあ、背景、なんかこう、ちょっと暇だな、背景の話でも考えたいなって思う時には、マダックスがいいかもしれないし、ね、わー、クリップスタジオ、うわーってなる時には、中山さんのね、配信いいと思うし、さらにですね、いや、学習だなんてちょっと待ちきれないよっていう時には、僕ら X でもね、スペース配信、音声ではありますけども、スペース配信を大体週1ぐらいでやっておりますので、もしよかったらね、マダックスとか、中間さんとかの個人のね、アカウントをフォローしていただければというふうに思います。お願いします。はい。はい、ではそうしましたらば、こんなね、今回一応ね、今回こんな形となっておりますので、またね、タイミングがあれば聞いてみてください。はい。はい、では、はい、ではね、一応毎週金曜日にやっているんですけども、今日はね、まあ、木曜日なんですけども、ちょっとね、たまに日がずれることがありますが、ご了承ください。はい。もし、今回のね、動画良かったらば、高評価とか、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。今後ともね、アシスタント背景美塾よろしくお願いいたします。はい。まあ、もう最後にこれ、今日までなんで、2025年7月31日までですから、こちら、お見逃しなくでございます。お願いいたします。はい。では、今回の配信以上となります。皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。はーい。お疲れ様です。楽しかったです。そうか。なるほど。なるほど、ちょっと待って。終われない。終われない。パソコンが壊れてるんですよ。まあ、これが別に壊れてるわけじゃないけど。背景キラキラ。こっちも普通で終わればいいんじゃない？もう、はい、終了。お疲れ様でした。微妙に映ってるし。さよなら。